皆さんこんにちは。今回はですね、前回に引き続きこちらのスタンダードサイズの新サーボグラスパー STD のですね、ネタになります。でこちらですね、やっと量産品が上がってきました。なのでですね、今週はですね、こちらのチェックを、やっているんですけれども、もちろんですね、社内の方で細かく、出荷に向けてチェックしてるんですけれども、それ以外にですね、自分の方で必ず量産品が上がってきた時にですね、やることがあります。それはですね、実際にコースで走行させてのフィーリングチェックです。これはですね、ここにですね、実はこれグラスパー STD のプロトタイプなんですけれども、ちょっとプロトタイプっぽくいろいろなんか数字なんか書いてあったりするんですけれども、これですね、実際に製品として、このグラスパー STD を作るときに、フィーリング煮詰めてきた、プロトタイプのサーボなんですけれども、こちらとですね、この今回上がってきた、グラスパー STD、これがですね、全く同じように動作するかどうか、走行してみてフィーリングが全く同じかっていうのをですね、最後量産品と、プロトタイプのサーボを比較して必ず、テストを行います。でですね、それを今週ずっと昨日まで、やってきたんですけれども、問題ありませんでした。ということでですね、やっとこのグラスパー STD、出荷可能な状態になりました。来週の、頭にはですね、出荷できると思いますので、おそらく、火曜、水曜ぐらいにはですね、お店に並んでいるかと思います。やっと、来週発売になります。ということで、このサーボを昨日までテストしてきたんですけれども、このテストっていうのはですね、もちろん自分で、走行して確認っていうのも行うんですけれども、実はですね、これ自分以外の人にもですね、必ず、走ってもらって走行フィーリングっていうのは見てもらいます。要はダブルチェックですね。で、見落としがないように、ダブルチェックしていくんですけれども、昨日はですね、グリーンパークスピードウェイさんにお邪魔して、オーナーの木崎さんにですね、こちらのサーボを実際に、走行していただいて、テストしてきました。でその時にですね、このグラスパー STD のですね、エンジンカーの、GP ツーリングですね、GP ツーリングのステアリングの設定っていうのは、実はグリーンパークの木崎さんにかなり協力してもらって一緒に作ってきたっていう部分もありまして、昨日ですね、テスト中にカメラ回させていただきまして、で、この、サーボ、木崎さんとも一緒に作ってきたんで、木崎さんなりのちょっと、使い方のワンポイントアドバイス的なものですね、あと走行のインプレッションなんかをですね、ちょっと喋っていただいたんで、その、内容もですね、今回ちょっと、見ていただこうかと思います。来週発売の、グラスパー STD のですね、走行インプレッションと、木崎さんのワンポイントアドバイスの動画をぜひご覧ください。今回ですね、グリーンパークスピードウェイオーナー木崎さんにですね、製品版の最終チェックを行っていただいているんですけれども、木崎さん、サーボの方は問題なさそうですかね。そうだね、今までのよりも、こう周波数を変えた時と、あとスピードを変えた時が、今までにないこうスムーズにこう操縦できるっていう。なるほど。特に許すんなら周波数こう低い方がエンジン界には合ってんのかなと。なるほどなるほど。燃費が悪くなるみたいなんで、その辺をこう何ですか、決勝とかね、長いレースに向かっては、普段からこうタイムを取りながらっていうかね、電池の持ちを気にしながら、
練習するといいかなとも思いますし、なるほど。はい、あとはそうですね、スピードに関しては、はい。サーボの方でスピードを落とすと、はい。結局ブレーキの方のトリックもなくなってくるんで、はい。できればサーボのスピードを落とすんじゃなくて、はい。スピードを落とすんだったら送信機の方で落として、はい。で何ですか、周波数じゃない、ごめんなさい、サーボ自体のスピードは、はい。デフォルトですかね、はい。の設定がいいと思います。なるほど。量を落としただけで相当スロットルの付き自体は変わんないのに、はい。ブレーキは明らかに効きが悪くなるんで、なるほど。はい、その辺が注意点かなと思います。なるほど。ありがとうございます。はい、あとは問題ないです。ありがとうございます。ちなみにですね、こちらのステアリングの設定はですね、GP ツーリングは木崎さんに担当していただいたんですけれども、こちらなんだろう、味付けの方向性というか、はい、ステアリングの味付けどんな感じで、セット出していったか。そうですね、電動カーに比べて、はい、エンジンカーの方がやっぱり重量があるんで、はい、電動カーは僕は結構ソフトな設定できますけど、はい、エンジンカーだと結構やっぱり保持力の強い、なるほど、それの方がスポンジタイヤですごい曲がってくるっていう感覚を得られますんで、はい、保持力を上げでいった方が僕は好みです。なるほど。多分エンジンカーやる人はみんなそういうふうに思うんじゃないかなと思います。なるほど。はい。ツーリングだと保持力がちょっと高めっていうことですね。そうですね。はい。了解しました。はい、ありがとうございます。ということでですね、このサーボ来週発売になりますので、ぜひご検討いただけたらと思います。